頑張った人が報われるようにしたいと思いがあったので、そういう面で言うと一定成果あるのかなと思う反面、まだまだ課題もあってですね、とにかくお客様に喜んでいただいて、引っ越しスキルを高めながら、ちゃんと実績を残す、その高めるということをしていただけるようなスタッフには最大限の評価をしようという意図がありますので、今回から現場の生の声をリアルに視聴者に届けるっていうところでいろいろお聞きしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介をしていただけるとありがたいです。砂川と言いまして、現時点では人事部、取りまとめといいますか、部長をやらせていただいているので、主に人事領域をやっておりますという形になります。引っ越しの出会いは17歳、町の引っ越し屋さんみたいなところでアルバイトを始めて、そこで引っ越しの楽しさというかを知って、のめり込んでいって、間は空くんですが、大手引っ越し会社に入社した後にまた違う中堅の引っ越し会社に行き、そこがいろいろあってですね、倒産してしまって、もう一度拾ってもらい、悪にというところになります。具体的に人事部っていうのがどういう業務をやっているのかお伺いできればと思います。イメージしやすいところで申し上げると、採用活動が分かりやすいかなと思うんですが、人が来ていただいてなんぼっていうところも正直ありますから、やっぱり入り口で入りやすいアルバイトの採用、会社との接触しながら年間の採用計画が立ったりですとか、またその求人出す運用とかコントロールをしてます。あとは新卒採用数年前から力入れてますので、卒業年度で例えば来年でいうと2023年卒と言えばいいんですかね。でいくと大体その1年半前ぐらいから活動を始めてですね、入ってもらうための認知活動、イベントに出たりとか、いろんな掲載したりとか、そういうことをやりながら採用活動をやっております。あともう一つは育成周りみたいなところ、弊社結構研修といいますか学ぶ機会が多いんですが、そういった研修の企画と実施ですとか、あとは会社のことだけではなくて、生きていく上で大事な人としての考え方とか、そういうところも含めて育成、研修なんかやっています。最後もう一つになるんですが、評価、報酬制度、どういったパフォーマンス、結果とか状態であれば上がる下がるとか、レベル分けみたいなものになるんですが、そういった制度設計ですとか、制度の運用構築なんかが主な役割の部署になります。そういう制度とかをしっかり構築していく前と後って何か影響とかってありましたか？あります。大きく3つの段階に分けてお話しできればなと思ってまして、1つ目が人事部それこそ立ち上げての評価制度構築と、それをしばらく使ってみてっていう2つ目と、で今みたいなところになるんですが、当時立ち上げて1つ目の制度、今と全くものが違うんですが、作った結果すごくやる気があって頑張っていきたいっていう方は何を頑張ればいいかっていうところの方向性とか目安は評価制度のものにあったので、すごく伸びていったと思ってますし、本人からもそれがあったから頑張れたみたいなところも聞いていたなと思っています。じゃあそれを継続して運用した結果どうなったかみたいなところになるんですが、やっぱり今でこそ当たり前かなと理解できるんですけど、形骸化しちゃったりとか、メンテナンスをさほどしないまま放置しておいたわけではないんですが、そうするとなかなか理解してくれる方が人が変わっていくと薄くなっていったりとか、理解度が低いまま会社に給料決められてるみたいな感じになってしまったので、そこはちゃんとやりきれなかったがゆえの問題課題になってしまったというところもありますし、ただこのままだと良くないよねって会社の段階とかフェーズも変わってくるので、じゃあ改めていいものを作ろうっていうところで去年ですかね、さらに作り直して、ちょうど運用途中なんですけど、実際評価期間一つ終わってみて、頑張った人が報われるようにしたいと思いがあったので、そういう面で言うと一定成果あるのかなと思う反面、まだまだ課題もあってですね、終わりのない仕事かもしれないんですが、すごく会社の変化とか、一緒に働く人の変化とか、意見とか聞きながら感じるものはすごくあります。具体的にどういうところを評価してるみたいなお伺いすることって可能ですか？主にですね、3つに大きく分けられるんですが、現時点の評価制度なんですが、まずは実績、次にスキル、あとは品質みたいなところになるんですけども、実績で申し上げると、例えばどんな仕事をしてきたのか、例えばじゃあ NPS、お客様からの評価の合計のスコアですとか、それに加えていろいろ細かいところはあるんですが、分かりやすく言うと逆評価とか、あるいは持ってる免許の種類とか、いろいろあるんですが、そういった項目と、スキルにおいては引っ越しスキルがどういう実績といいますか、どういう仕事ができるのか、できるベース、経験みたいなところになるんですが、チェックリストみたいな形でできたらチェックが入る感じなんですが、そういった引っ越しスキルの項目。3つ目が品質のところになりますから、車両事故とか無縁ではどうしてもないので、あったかないのか、その程度がどの程度なのか、あるいはクレームといいますか、ご指摘いただくこともあるので、その程度が低いもの、高いもの、みたいなところを総合点で評価して、レベルみたいなのが出るんですが、レベルと給与が段階的に紐づいているようなものになりますので、とにかくお客様に喜んでいただいて、引っ越しスキルを高めながら、ちゃんと実績も残す、質も高めるということをしていただけるようなスタッフには最大限の評価をしようという意図がありますので、そういった中身になっている形になります。今後、人事部としての目標とかってあったりしますか？抽象的な表現になってしまうかもしれないんですが、そもそも人事部の存在意義って何なのか考えもしますし、チームメンバーにもお話しするんですけど、事業部に貢献できることだと思っているん
ですね。で一般的な理解だと人事部って怖くて人事権持っていて大手企業なんかそんなイメージなのかなって勝手に思ってるんですが、そういったことは我々が目指す人事ではなくてですね、会社の課題問題でいくと人材になりますから、そういった観点で事業サイド視点ですとか当社と営業もあったりするので、そこに対して例えば数を増やすっていう観点、人を増やすっていう観点もそうですし、必要な教育機会を提供するとか、そういったことや制度設計を通じて理想とする姿とかメッセージを伝えた上で、そこに対するサポートをするとか、事業サイドが生き生きと働ける環境づくりっていう土台づくりが我々やるべきことだと思っているので、そこを目指したいなと思っています。ただどうですかね、今で言えば役割分担うまくできてしまっているので、新卒は新卒みたいなアルバイトから社員になるところは支店長よろしくねってやってしまうんですが、そこも本当はもっとより近寄って一緒に課題問題に向き合いながら泥臭くやっていく方がより良いのかなと思っているので、もっと距離感縮めたいというのが一つの方向性、目標ではないんですが、そういうふうに考えています。浅川さんから見て、こういう人は成長するとか、こういう行動してると伸びないとか、成長しないとか、そういうものとかってありますか？評価制度の今のお話からいくと、人が人を評価するのはそもそもありえないというふうに思っていて、評価制度の今の位置づけが何かっていうと、項目がいろいろあるんですけども、どこを目指せばいいかの道しるべでしかないと思っていて、その結果が自分の評価ですよっていう形にしているので、例えばこの水準を超えられたらランクアップするよとか、これの免許が取れたら次この段階いけるね、すごろくみたいな形にしてるんですよね。なので評価をしてるって感覚は全くなくて、それを取りまとめてるだけみたいなところが実態かなと思っているので、評価をするっていうところはすごく表現として自分としてはあまり認識してないっていうところが一つありますと、一方で活躍できる人材がどういう方か、逆の方はどうかっていうところはいろいろあるんですけども、まず活躍できない方は素直じゃないと言いますか、逆を返せば活躍できる方素直なんだっていう恋の表裏みたいな話になるんですが、日々仕事する中でうまくいかないこととか、そういうところを直した方がいいよ。例えば挨拶一つとっても相手の目を見て挨拶する、できなかったらそれやった方がいいよっていう時に一回やってみますっていうような方であればうまくいくと言いますか、当然目を見て挨拶した方がいい印象があるので、お客様からですね、いい評価をもらえることにつながると。でそれがちょっと車に構えて、そういうのを別に物を運べばいいんだよとかいうタイプだと改善していかないので、やっぱり活躍には至らないかなと思っているので、本当に素直かどうかというところはすごく大事かなと思っていますし、やっぱり活躍してるメンバー同期とかもいるんですけど、共通点何ですかっていうところ、こういう役割なのでいろいろ分析とかするんですが、素直かどうか、この1点だけだったなっていうのを改めて認識しているので、最近学んだことで、素直っていうことは積極的に行動できるか、積極的素直さみたいな表現を最近聞いた記憶があるんですけど、受け身でなくて自分からフィードバックもらいに行くとか、アドバイスもらいに行くとか、素直さがあるとすごい活躍するかなと思います。今まで採用してきた人、こういう考えの人が多かったとか、傾向っていうのがあればお伝えいただきたいな。傾向まではまだつかめてない部分があるんですが、何を考えてなぜうちなのかなっていうところを問いに対して自分の考えをちゃんと返してくれる方、その内容がどんな内容であれ、自分の考えでなぜアップルで頑張りたいのか、でそれであれば目標こうなんだみたいなところを整理されている方は一緒に働くことがほとんどと言いますか、一緒にやりたいなと逆になるので多いかなという印象はありますし、逆に一緒にちょっと厳しいかなっていうところでいくと、当社の大事にしている価値観とかを全く理解しようとしない、あるいは姿勢がないまま望んでしまった、つまり準備不足の場合はちょっと働けないみたいな話はするようにしています。面接とか面談が目的ではなくて、入社した後にお客様に対して仲間に対してどういう振る舞いとか考え方で行動するかの方が大事だと思っているので、そこの確認はするようにしているという形ですかね。今後こういうマインドの人と働きたいみたいなのってありますか？たくさんあるんですよ。素直な方がいいなとか、こういう経験があったらいいなとか、あるいは未経験がいいな、言い出すとキリがないんですけれども、理想を述べるというよりかは、実際私もそうだったのでお話しすると、正直きっかけは何でもいいと思っていまして、私みたいに倒産してみたいな少ないかもしれないんですが、そういう場合でもいいですし、あるいはお金が目的で入りました、でも僕はいいと思っていますし、あるいは違うところに価値を感じて、きっかけは何でもよくてですね、大事なことは入った後にちゃんと目標を立てて行動できるかっていうところですし、やっぱり自分自身もそういう経験ありますが、目標ないまま入ってしまうとただの労働になるんですよね。なので早く帰ることが毎日の目標になるので、そうすると1年後どうなってるかっていうと、ただその継続でしかない。そうすると何のために働いてるのか分からなくなるっていうことがやっぱりありますから、入り口は何でもいいので、必ず目標を立てていく。できれば3年単位の目標がいいかなと思うんですが、ちゃんと考えようとする姿勢のある人がおそらくいいかなと思っていますと。それがこういうことを社内でできるようになりたいとか、大きいトラック乗りたいとかいいですし、最近あった話ですけど、彼女と結婚したい、引っ越ししたいからその資金をいつまで貯めるんだでもいいと思うんですけども、何でも
もいいので、目標をちゃんと立てる意思のある方はすごく伸びるかなと思ってますので、その先いろいろあるんですけどね、こうあってほしいとかあるんですが、まずは目標を持つようにできることを頑張れることかなという気はしてますかね。最後、アップルをどういう魅力がある会社だよお伝えいただけるとありがたいなと思います。たくさんあってどうしましょう。すいません。当社の魅力といいますか、推しポイントみたいな話になるんですけども、今業界売上で言えば7位、あと上がっていくだけになるんですが、やっぱりそういう成長している企業って挑戦する機会とかチャンスがたくさんあるので、そこを掴んで成長していきたいとか、勢いのある会社、乗ってる会社で働いてみたいとか、そういう方にすごく向いてる会社かなと思いますし、何より人がいいので助けてくれる仲間もたくさんいるかと思ってますので、そういうところは推しポイントかなと思います。当社はですね、ホームページですとか、いろいろ情報発信をさせていただいているんですが、最近やっぱり人の魅力、会社の魅力とか伝えきれてないなと思っていたので、インスタグラムと、X、ツイッターですね、をまた頑張って更新していこうというところで始めてますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいかなと思っております。いいねボタンとチャンネル登録、あとはご質問等を含めてぜひコメントもいただければ幸いかなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。遊んでねえか、俺。竹澤っていうんですけど、僕の人事で一緒にやってて。あ、そうなんですね。で、札幌立ち上げも一緒に来てくれて。で、その後、はい。サンキューってみたいな感じ。そうなんですね。なんか違う。大丈夫。行く。あ。あんまり当たってないんですけど。疲れたよな。音がする。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。カメラ見て。